こんにちは、月島です。エレコムのトラックボールイストプロを購入しましたので、開封レビューをしていきたいと思います。私は今まで右手でトラックボールを使うときはロジクールの MX-Ergo を使用してきました。私のパソコン使用環境においてイストプロの方が良いと思う点がいくつかありましたので、それらをレビューしながら見ていきたいと思います。目次です。開封と内容物の確認、イストプロ外観の確認、イストプロの特徴、イストプロをパソコンとペアリングしてみる、少し使用してみた感想、最後にまとめです。パッケージを開封していきます。蓋の裏には簡単な接続方法が記載されています。そしてもっと詳しいマニュアルはインターネットで見ることができます。イストプロ本体、USB ケーブル、指示ユニット取り外し工具、USB レシーバーです。イストプロはニッケル水素電池には対応していないと注意書きがありました。おそらくエネループなどでは電圧が足りないと思われます。そのため単酸型アルカリ乾電池かマンガン乾電池、もしくは専用の別売りバッテリーパックのどれかを使用することになります。そんなに高額ではなかったので、私は専用のバッテリーパックを購入してみました。これを本体背面に装着します。ちなみにバッテリーパックの充電はイストプロ本体の USB-C 端子を使用して行います。それではバッテリーパックを本体に入れてみたいと思います。単酸のアルカリ電池が2つ入っていました。ここにある端子にバッテリーの端子を合わせてセットします。バッテリーをセットするとこのような感じになります。本体のカラーはブラックです。トラックボールはシルバーです。そして手のひらが当たる部分はラバー素材です。細かく脂肪加工があり、革素材のように見えて高級感があります。トラックボール本体には手首の負担を軽減するために角度がつけられています。手を合わせてみるとこのような角度になります。そしてカスタム可能なボタンは10個装備されています。専用のソフトウェアを使用してカスタムすることができます。左ボタン、右ボタン、そして右ボタンの隣にカスタム可能なボタンが1つあります。チルトホイールは回転、押し込み、左右に倒すという操作に対応しています。本体の左側には物理ボタンが4つあります。そしてトラックボール。ここには接続先切り替えダイヤルと電源ボタンがあります。本体裏側には電池を入れる場所があります。専用バッテリーもここに入れます。他にペアリング用のボタンと無線接続用の USB レシーバーを入れる場所があります。USB レシーバーを使用しないときはここに収納しておけます。また本体背面右側には穴が開いています。トラックボールをメンテナンスするときはここからボールを押し出します。また滑り止め用のラバーは底面の3箇所に設置されています。しっかりと機能して本体をグリップします。本体上部には USB Type-C 端子があります。バッテリーパックを充電したりパソコンと有線接続する際に使用します。イストプロの重さはバッテリーパックを含めて約 176g です。ただトラックボールはマウスと違って本体自体を動かしませんので、重さは特に気にする必要はないと思います。そして主な仕様です。イストプロのトラックボールはベアリングユニットによって支持されています。そのため摩擦による抵抗が減り、トラックボールが滑らかに動きます。また普通のトラックボールは支点部分にホコリがたまり、ボールの動きが鈍くなるためにこまめな掃除が必要ですが、ベアリング支持の場合はゴミがたまりにくいそうです。
イストプロは最大6台のデバイスへ登録することが可能です。内訳は Bluetooth 接続2台、USB2.4GHz 無線接続1台、USB 有線接続1台、カスタム接続2台です。この中でカスタム接続というものがとても便利です。エレコムマウスアシスタント6をパソコンにインストールしておけば、接続方法を任意で選択して設定することが可能です。この機能を利用すれば Bluetooth 接続をさらに2台増やして4台のデバイスに Bluetooth 接続することもできます。接続先の切り替えは接続先切り替えダイヤルで簡単に行えます。イストプロは10個のボタンを装備しています。エレコムマウスアシスタント6を使用することでカスタマイズすることが可能です。ソフトは見やすく分かりやすい操作画面だと思います。イストプロは本体中央にある物理ボタンでポインターの速度を切り替えることができます。初期設定は500、1000、1500dpi ですが、エレコムマウスアシスタント6を使用すると100から 12000dpi まで 100dpi 刻みで設定を変えることができます。一番使用頻度の高い左右押しボタンは静音スイッチが採用されていてとても静かです。実際にボタンを押してみたところ、公式では左右のボタンのみということになっていますが、他のボタンもそれなりに静かだと思いました。まず、エレコムホームページよりエレコムマウスアシスタント6をダウンロードしてインストールします。エレコムマウスアシスタント6を起動すると、左上にデバイス追加というボタンがありますのでクリックします。表示された接続タイプの選択で Bluetooth 接続を選択します。そうしますとパソコンの設定画面が開きます。設定画面の Bluetooth デバイスの欄がオンになっていることを確認してからデバイスの追加をクリックします。ここでイストプロの接続先切り替えダイヤルで使用したいチャンネルを選びます。次にパソコンのデバイスを追加するという画面の Bluetooth をクリックします。ここでイストプロ底面にあるペアリングボタンを長押しします。接続先ランプがゆっくりと点滅しだしたらイストプロがペアリングモードに入ります。そうしますとパソコンのデバイスを追加するという画面にイストプロが表示されますのでクリックして選択します。そしてイストプロが接続済みとなりデバイスの準備が整いましたと表示されたら完了をクリックします。パソコンの設定画面の Bluetooth デバイスの欄にイストプロが追加されているのが確認できたらペアリングは完了です。エレコムマウスアシスタント6のデバイス追加から Bluetooth 接続を選択します。そうしますと Mac のシステム設定の中の Bluetooth のページが開きます。Bluetooth の欄がオンになっていることを確認します。ここでイストプロの接続先切り替えダイヤルで使用したいチャンネルを選びます。そしてイストプロ底面にあるペアリングボタンを長押しします。接続先ランプがゆっくりと点滅しだしたらイストプロがペアリングモードに入ります。Mac の Bluetooth 欄の近くのデバイスのところにイストプロと表示されたら接続をクリックします。エレコムイストプロが自分のデバイスの欄に移動し接続済みと表示されたらペアリングは完了です。またキーボードアシスタントの設定ページが開きますがこれは無視して大丈夫です。ペアリングが完了した後はエレコムマウスアシスタント6を使用してポインターの速度やボタンの割り当てを変更することができます。パソコンへの接続はイストプロの電源が入った状態でいずれかのボタンを押すかトラックボールを動かせばすぐに接続されます。また接続先の切り替えもダイヤルを回すだけでスムーズに行えます。強いて難点を言うならばダイヤルの接続先の表示が小さくて少し確認しづらいです。ただこれは仕方のないことなので慣れていきたいと思います。そして Bluetooth 接続の動作安定性については全く問題ないようです。使い始めてからストレスなくイストプロを使用することができています。
カスタム接続と併用することで4台まで Bluetooth 接続が可能なこと。作業によって使用するパソコンを分けている私にとっては4台も Bluetooth 接続できることはありがたいです。右ボタンと左ボタンが静音なこと。イストプロは右ボタンと左ボタンが静音仕様です。実際に押してみると甲高いカチカチという感じではなく低いコクコクという音です。MX-Ergo はカチカチと大きい音がします。比べてみるとイストプロの方はマイクで拾えないくらいの小さい音です。一番使用するボタンが静音だとストレスが少なくて助かります。ちょうど良い角度とトラックボールの位置、イストプロ本体の傾き角度と手のひら部分のアーチが私の手にはよくフィットしています。これは今まで MX-Ergo を使用してきたからわかることだと思います。MX-Ergo とイストプロを並べてみた時に気がついたのですが、MX-Ergo の方がイストプロよりも本体のサイズが少しだけ大きいため、手のひら部分のアーチも大きいです。またトラックボールの位置も MX-Ergo と違いがありました。イストプロの方はトラックボールが MX-Ergo よりも下の方にあります。手を置いてみるとイストプロの方が親指のちょうど良い位置にトラックボールがある感じです。MX-Ergo を使用していた時、私は手の位置が良い場所になかなか決まらずに本体の位置を動かしながら手が楽になる場所を探すことが多かったです。実際に使用してみてイストプロの方が MX-Ergo よりも疲労感が少ないと思いました。ベアリングの動きになかなか慣れないという評価もあるようですが、私はそんなに違和感なく操作できました。ただこれは同じタイプの MX-Ergo を長らく使用してきた経験が生きているのだと思います。それよりも気になったのはトラックボールを動かした時のゴロゴロといった音が大きいことです。これに関しては MX-Ergo の方が音が小さくて良いです。イストプロの方は今後使用していくうちにボールとベアリングが馴染んで音が静かになってくれると嬉しいです。トラックボールはマウスのように本体を動かすという動作が必要ないために手首の負担は少ないです。ただ親指の付け根あたりに負担がかかり、長時間使用していると軽い痛みが出てきます。親指でトラックボールを操作しますので、これは仕方がないことだと思います。私の場合は疲労を感じる前に左手用に設定しているケンチントンのトラックボールと持ち替えることで疲労を軽減しています。私がイストプロを使い始めてからまだ日が浅いですが、ロジクール MX-Ergo と比べるとボタンの数や Bluetooth 接続先の数、静音ボタンやエレコムマウスアシスタント6を使用したカスタマイズなど、イストプロの方が多機能で使いやすいと思いました。そしてイストプロ本体のサイズも私の手のひらにちょうど良い感じで馴染んでいます。今後はイストプロを長く使用していきたいと考えています。それでは最後までご視聴ありがとうございました。